皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と恐怖と不安と拭いきれない欲望とその他さまざまなイラつき恐怖などなどと共に寄り添ってゆく史上最悪最低の世界唯一のネガティブマン、ネガティブなチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、そうですね、今日はね、弱者男性または弱者女性も含みますけれどもね、弱者男性第2弾ということでね、お話ししていこうと思います。そうなんです、ね、冒頭申し上げました通りね、これにはやっぱり弱者女性もね多少噛んできます。1枚2枚噛んできますよ、ね、そう忘れられがちですけれどもね、男性だけじゃないです。女性だってね弱者女性はたくさんいますよ。そう私がね先日動画で申し上げたようにね、もうお互い終わってるような人生を歩んでるね、そうあれですよね、故郷の同級生のね由美ちゃんとね結婚したいなと思ってます、そうです。まあそれはね、それは置いといて絡んでくるんですよ、弱者男性と女性っていうのはね。弱者男性はありとあらゆるところでね嫌われていじめられてね、もうひどい目に遭ってますけれどもね、私も日々ね差別を受けています。もうね外国人とかねいろいろななんて言うんでしょうね、こう差別的な地域に生まれて差別されてるとかもそんなレベルじゃないですから、もうリアルでね嫌な顔をされますからね。そしてね殴り返すことはできないね、また殴り倒すもう体力がなくなってきましたね。弱者男性っていうのはね基本的には地牛ですから、皆様ね、そう弱者男性はひどいんですよね、嫌われてね。でもね私は言っておきたいんですよね、弱者男性の再生産っていうのは弱者女性にものすごく大きく関わりがあるんですよ。なぜならばね、強者女性または普通の男性、普通男性、強者男性、強弾ですね。強弾、中弾、弱弾って言いますけど、強弾、中弾、弱弾って言いますけれどもね、弱弾はすぐに除外されてね、世間から無視されてね、叩かれ続けますけれどもね、強弾中弾のね強い男、中くらいの男、強弾中弾が結婚する相手って誰だと思います皆さん。弱女なんですよ。いや弱女っていうよりもなんて言うんでしょうね、女性で売れ残るってことはそうないと思うんですよ。本当にひどいケースを除いてね、結婚適齢期になればそう多少不細工だろうと、多少ね能力が低かろうと、多少なんて言うんでしょうね、まあ発達外児だろうと別に何の問題もないんですよね。皆さんはもうね人生もう長いでしょうから分かると思いますけれどもね、そうママンパパンね、どっちがなりやすいかってママンになりやすいんですよね。そう母は常に偉大ですからね。だから弱女の話題があんまり上らないのはそもそも弱女の数が弱弾にね、私弱弾ですが弱弾に比べて格段にやっぱり少なめだからですよ。半分ぐらいじゃないですか。弱弾を10とするなら5ぐらいじゃないですか、比率的にはね。弱女の皆さんはね、弱女の皆さんも
もちろんね、世界を滅ぼすというこのチャンネルの意図に非常に沿う私は味方だと常々思っていますね。弱弾と弱女は醜い結合をするべきであるっていう動画がね、私の動画群にありますからね、ぜひね、興味のある方はね、最近の動画なんで見つけてみてくださいね。そうなんですよ。中弾と強弾は必ずしも強い女、中くらいの女、強女中女と結婚するわけじゃないんですね。強弾中弾にももちろんブサイクもいるし、性格的なね、欠損な外児もたくさんいますから、そういうやつがね、何とかして結婚したいと思うと、当然弱女もね、守備範囲に入ってくるわけですね。守備範囲に、守備範囲に。そうなんですよ。で、弱女も救われるわけですよね。結婚においてはね、大体の人はね、そんなにひどくなければね。で、弱女が救われると、で弱女も結構結婚するとね、弱弾と違って弱女は結婚しやすいよ、割とね。そうなってくると弱弾の再生産が始まるわけですよ、ね。パパに、つまり父になった男性はね、強弾中弾でも女性の遺伝子的には弱女なわけですからね。容姿がとかね、ちょっと知能指数がとかね、ちょっと発達障害がみたいな話になってくるわけですよ。そうするとどうなるかって、生まれてくる子供はね、親の遺伝子をやっぱり引き継ぎますから、当然ね、2人生まれたらまあまあ1人は発達外児だったりね、ちょっと頭がね弱かったりね、容姿が優れなかったりしますからね。当然ルックス的には地位牛になりがちですからね。当然劣勢ですからね。劣勢遺伝子的なね。私もね、意外と眼鏡をかけて多分ね、髪を切ると清潔な装いにするとね、もう地位牛の出来上がりですよ。まあね、そういうことなんですよ。つまり地位牛の再生産、弱弾の再生産っていうのは人類って言い切っていいのかな。ルックスのいいね、いろんな人種はありますから、まあ一概には言えませんけれども、少なくともこの日本においては弱弾の再生産は終わらないんですね。永遠に続きます、弱弾の再生産がね。地位牛が次々とね再生産されていくわけですね。なぜなら弱女が結婚しやすいからですよ。また男たちも弱女でもまあいいかっていう、女性は、僕がね常々言っているように女性は選ぶ側ですからね。男性はね、そういう弱女で OK をもらえればね、弱女でもまあしゃあないかと、まあいいんじゃねっていうね、許容、非常にこう懐が深いですからね。ストライクゾーンっていうかね。そうなんですよ。まあ多少性格に難があっても、多少容姿に難があっても、まあね、そう俺も贅沢は言ってられないみたいなね。そういうもう男性っていうのはもうね、すごく妥協しますからね、女性に関してはね。だからそうなんですよ。そういう男性側からの理由も当然あって、あれなんですね。結果的には強弾中弾は、ね、弱女とも中女とも強女ともこうマッチングするわけですね。均等じゃないでしょうけれども、でもまあ3割4割は弱女じゃないですか。そんなに相手にされませんからね。非常に日本の女性もプライドが高いですから、今の時代ね。私はね、話がね脱線しますけれども、
故郷に帰った際、母のね友人というか、もう友人と呼んでいいのかもしれませんけれども、もっと母より年上のね元気のあるおばあちゃんが遊びに来てね、そう私がいかに弱弾かっていう愚痴をね母は話すんですけれども、いや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 と、今の時代は女性が悪いのよとね、もう高望みしすぎてね、こう選びすぎよ、こんないい男をね放っておくなんてもうろくでもないわっていう話をね、まあ僕がいますからね慰め程度に言い切ってくれたんですけれどもね、非常に感謝いたしますね感謝しますけれどもね、状況は何も変わりませんけれどもね、そうなんですよ。ですから共助ますますね、じゃあ今日強い女中くらいの女に拒絶されてしまった中団強団っていうのはますます弱女と結婚せざるを得なくなるわけですよ。となると遺伝子的にはやっぱりねかなりの確率で生まれてくる子供は地牛だったり、ね、地牛女、地牛女、そう牛女だったりするわけです。地女だったりするわけです。地牛女だったりするわけですよ。ね、ややこしいですけれども、とにかくそういうことなんですね。そうなんですよ。そう弱女が生まれやすいし弱男も生まれやすいし、結局のところ、ね、皆様なんて言うんでしょうね、これを見られてる人たちがねはね、もちろん僕の世界を滅ぼすチャンネルとしてね、世界を滅ぼそうという意気込みにあふれた人たちが見ておられると存じますけれども、そうなんですよね。関係ないようで関係があるんですよ。つまり人類っていうのはどこまで行ってもね、特に日本においてはそう常に弱女が供給されるんですね。永遠に供給されるんですね。絶滅しないんですね。絶滅ぷよっとしてますね。絶滅しないんですよ。弱女と弱男は絶滅しないね。滅ぼすべきですね。そう滅ぼすべきなんですよ、ね。不幸の再生産とかね、貧困の再生産、まあそれもね非常にネガティブなことですしね、そんなこんなで生まれてきた我々は本当にね毎日苦労してね非常に嫌な思いをしていて、不満やる方ないですけれども、最も問題なのはね、もうそもそも論として生まれてきた時から弱男弱女が決定しているというこのね遺伝子の厳しさね、やっぱり反出生が正しいですね。いや今日はそんな話じゃないんです。つまり弱者男性弱者女性は再生産されるのでね、そう日本の未来英語をね叩かれる人々はいなくなりませんよという悲しいお話です。そうなんですよ。ということにね私気がつきましてね、皆さんにこれはお伝えしないといけない、ね、これは重大な発見だと思いましてね、今急いでねそうビデオを撮った動画を撮った次第ですけれどもね、ひどいですね。そうひどいことに気がつきましたね。そうだ、ね、いかにねこう奴隷移民を輸入したところでね、そうなんですよ。いかに日本人が減ろうとね弱男弱女は多分減らないんでしょうね。一定減るかもしれませんけど、そこからずーっと未来永劫多分弱男弱女は同じ比率で生まれていくんでしょうね。ひどい話だなと思って、これは皆さんにお伝えしないといけないこうねノーベル賞的なね
発見だなと思いましてね、メンデルの遺伝の法則並みにね、これは参ったと、これは参ったなっていうね。そうで永久に日本、日本ね、日本という名前だけ残って日本の在来種は絶滅してもね、多少なりとも日本的な遺伝子が残ってね、日本的な地牛だったり地牛場がねはびこるんですよ、きっと。この日本という土地でね、名前だけ残ってる。それが中国のなんとか省になるのか、アメリカのなんとか州になるのかね、意外とロシアにね分取られてなんとかスクになるのか知りませんけれどもね。そうというね、悲しい発見なんですよね。これは皆さん覚えておいてもらいたいね。損はないと思いますよ。弱弾弱女は永久に不滅ですね。長嶋茂雄じゃないですけど、弱弾弱女は永久に不滅です。なぜならば中弾強弾は弱女と結婚しやすいからです。というね、身も蓋もない。ですからね、そういう醜い国、醜い人々というか社会、世界っていうのはね、やっぱ滅ぼしていかないといけないなというお話。あとやっぱりね、弱者男性に限ればね、私ネット上においていろんな情報に接する機会がありますけれどもね、弱者男性とはいかなるものかみたいなね、やっぱりとにかくね、氷河期世代、私も氷河期世代でね、いっぱい嫌な目に遭ってきましたけれど、氷河期世代を叩く他の世代の意見の辛辣さといったらないですね。あれはいじめですよ。ネットリンチ、いじめですね。ネットいじめですよ。かと思えばね、本当に今までは噂で聞いていただけでしたけれども、氷河期の中でいがみ合ってるんですね。自分はね、成功した、いや普通の生活をしてる、お前らは努力不足だって、いやね、そうやって叩くのはお前は本当に氷河期世代なのかと、みたいなね。もうね、氷河期世代同士の分断、争い、憎しみ合いが起きてるんですね。私常々ね、憎しみとは大切なことですって言ってますけれど、ひどいですよね。もう氷河期世代で失敗した弱女弱弾がもうあらゆる世代の弱弾弱女の中で最も弱い、最も惨めなねことになってるんですね。それはとにもなおさず私ネガティブマンのことなんでしょうけれどもね、悲しくなりましたね。私はトランスジェンダーでね、黒人でゲイでユダヤ教徒です。泣きました。そんな感じですね。そんな感じです。トランスジェンダーなんですからね。己の性自認だったり、己の気持ちだったり、年齢だったりはね、私しか選択できませんから。正しいですよ。黒人でゲイでユダヤ教徒です。ということでね、泣きましたって感じですよね。救いがないですよね。だからね、そうなんですよ。悲しいですね。なんでこんなことになっちゃったんでしょうね。日本人はいつからね、思えばですよ。弱者男性について話してきましたけど、最近は本当に日本国内、世界はもうずっと前からそうですけど、日本国内にもなんか徐々に空気として輸入されてきましたね。分断される空気がね。男女対立も貧困対富裕層だったりとかね。そう
いろいろな職業差別もそうですけれどもね、横軸縦軸、もうね、横軸縦軸、もう分断がひどくなってきましたね。この分断がひどくなるっていうのは、まあ格差社会の一つの形なんでしょうね。経過というかね、推移というかね。いや、嫌な時代ですね。生きるのがしんどいんですから、やっぱりね、やっぱりこの世界を終わらすというねエネルギーで生きた方がいいんじゃないですかねと思うんですよ。そう捨てられた世代、捨てられた国民、我々人間はね、生きるのだけでもしんどいですから、せめてね、かといってここまで叩かれてたんですからね、やっぱりこの世界、この社会に対してね、やっぱり復讐をしっかりとしていく、ね、最後の力を振り絞って、どうせ死ぬだけですから、あとはね、そこなんですよ。ですから世界を滅ぼすっていうのはね、本当にね、幻想に近い夢物語なんでしょうけれどもね、僕はね、お店のドン・キホーテではなくてね、真の意味でのドン・キホーテとしてね、ロシナンテのような相棒はいませんけれどね、一人ね、こう言論ぐらいしかないですけどね、立ち上がってね、世界を滅ぼしていきたいなと思います。という今日は短いお話でした。もうね、弱者男性なり弱者女性っていうのはあれですよね、話の広がりようがないんですよね。ただただいじめられてるで人生終わるだけですからね。悲しい生き物なんですよ。下手をしたらね、私のようにこう猫ちゃんとかね、犬とか好きですけれどもね、各種あらゆるね、水陸両用生物だったりとかね、爬虫類とか好きですけれどもね、もうペットすら飼えないですからね、鳥さんとかね。そうなんですよ。ね、部屋が狭すぎてね、いろんなものがありすぎてね、悲しいですね。もう下手したらもうね、動物たちにもバカにされてるんじゃないのかなっていうね、妄想がはかどりますね。そうなんですよ。悲しいんですね。ということでね、このチャンネルはね、こういう悲しいネガティブなね、現実から目を背けずにね、返す刀で、憎しみの刀で世界を滅ぼせたらいいよねというチャンネルです。ご視聴誠にありがとうございました。ね、明日こそね、世界が滅びますように。ネガティブマンでした。